次は両手でふくらはぎ横から叩いていきましょう。こんな感じです。痛気持ちいいぐらいで叩くと良いと思います。あんまりね、強くやればいいってもんじゃないので、痛気持ちいいぐらいでふくらはぎを揺らしてね、血流を良くしていきます。呼吸はね、止めないようにして、あんまり肩にギュッと力が入りすぎないように意識をしていきましょう。しっかり揺らして、OK。そしたら手も一回床について、足全体をね、こんな感じで揺らしていきましょう。太ももふくらはぎの血流を良くする筋肉をね、緩めるために揺らしています。呼吸は止めないようにして、肩ね、絶対力入んないようにしましょう。これね、1回でもね、本当に細くなるマッサージなんで、ぜひね、メジャー持ってる方はね、ビフォーアフターとか、もしくはね、1週間に1回とか継続してあげると、結果がね、出て分かりやすいと思います。OK。そしたら次は、右足をこんな感じで立てます。両手で右足を掴んで、ギュッと絞りながら上にねじり上げるみたいなイメージですね。こんな感じです。これも痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。基本的には下から上です。これもね、強くやればいいってもんではないです。しっかり、下から上にねじりながらね、上げるイメージです。マッサージクリームとかね、ボディオイルお持ちの方は使ってあげると、よりね、やりやすいと思います。で、この時もあんまり肩、こうやって力入りすぎないように意識をしましょう。呼吸とぐらい入れしましょう。OK。そしたら一回、右足は外に倒して、で、土踏まずをマッサージしていきます。こんな感じです。全体的に、痛気持ちいいぐらいで、こうやって親指で押していくんですが、特にね、硬いところあれば、そこを重点的にやっていただいてもいいです。このね、大体結構硬いのは、親指のこの母子球の下あたり、こことかね、結構硬くなってる人いるので、しっかりやってあげましょう。筋膜って皆さん聞いたことあると思うんですけど、筋膜がね、こう足裏から首までね、全身繋がってますので、ここが硬いとね、肩こり腰痛にもなったりします。OK。そしたら次はですね、左手を右の足指の間にこんな感じで入れます。で、これでですね、足指の間を広げるイメージでガチャガチャ動かしましょう。これはね、硬い人結構痛いかもしれないです。こんな感じですね。ガチャガチャと動かす。足の指の間をね、しっかり広げることが目的です。ただで痛ければいいってもんじゃないので、無理ない範囲でやりましょう。この時も肩とか力入りすぎないようにすることと、呼吸はね、止めないようにしましょう。OK。そしたら次は、右の足指をですね、しっかり曲げる、しっかり反らす。これ繰り返していきましょう。曲げ切る、反らし切る。これ目安はですね、曲げるときはね、これぐらいまで曲がってほしいです。しっかり反らせる。ここまで曲げる。で、ここまでね、曲がらない人、下手したらね、これぐらいしか曲がらない方いると思うんですが、ゆっくりでいいです。つらない範囲でいいので、しっかり曲げ切る、反らし切る。これを繰り返していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。曲げ切る、反らし切る。自分のペースでいいですよ。きつかったらサボってもいいですからね。OK。そしたら次はですね、このすね、弁慶のこのすねのちょっと外側、脛骨筋という筋肉をね、下から上にマッサージしていきます。こうやって指で押してあげてもいいし、このね、手を使ってグッと下から上にこうやって持ち上げてもいいし、どっちでもいいです。指でもいいし、もしくはね、こんな感じでげんこつ作ってげんこつを下から上にこう滑らしてもいいと思います。このすねの外側の筋肉をマッサージしています。基本的にね、下から上に持ち上げましょう。どうしても重力でね、下に水分や血液が溜まってしまうので、下から上に持ち上げます。OK です。そしたら次はですね、膝裏、しっかり押していきましょう。膝裏。両手で、こんな感じです。親指使って膝裏を押していきましょう。呼吸止めないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。でね、膝裏硬い人はゴリッとしたのがね、いると思います。それ見つけたらね、そこを重点的にやってあげるといいと思います。ただこれも力いっぱいやれば痩せるってわけじゃないです。強くやりすぎるとあざになったりするので、痛気持ちいいぐらいが無難じゃないかなと僕は思います。OK。そしたら大切なお尻のストレッチやっていきましょう。右足を左、こっちに持ってきて、で、両手でこの足をお腹にグッとつけれます。で、右のお尻が伸びてれば OK です。なるべくピンと背筋張るとね、しっかり伸びます。で、この体勢できないよって方は、この足をもうちょっと前持ってきて、この状態でもいいです。右のお尻がね、結論伸びればいいです。頑張れる人は、この足をなるべくお腹にしっかりギュッとつけて、なるべく姿勢を正すと、しっかりね、右のお尻伸びてくると思います。お尻は人の体で一番大きい筋肉なので、ふくらはぎ痩せにめちゃめちゃ重要です。
OK です。そしたら逆足行きましょう。左足前に出します。で、下から上にこんな感じで絞り上げるイメージですね。こうやって足寝かしちゃってもいいです。やりやすいようにやってみてください。下から上に絞りながら持ち上げるイメージですね。呼吸は止めないようにしましょう。痛気持ちいいぐらいで、肩はね、力入りすぎないようにしましょう。本当にね、むくみがひどい人は、これだけでもね、すぐ細くなるので、ぜひ期待しててください。よし、OK。そしたら次は、左の土踏まずマッサージしていきましょう。両手で、こんな感じでですね。僕は親指使ってマッサージしてます。痛気持ちいいぐらいで土踏まずね、全体的に揉んでいきましょう。先ほども伝えたんですけど、筋膜がね、こう足の裏から体全身に繋がってますので、このね、足の裏、筋膜が硬いと痩せづらい、もしくはね、肩こりを打つ原因になったりしますので、しっかり緩めていきましょう。力いっぱいやればいいわけじゃないですからね。呼吸は止めないようにして、肩、どうしてもこう力入っちゃう方多いので、肩は力入らないように意識をしましょう。よし、OK。そしたら次はですね、右手で、左の足の指の間にこうやって手を入れます。こんな感じです。で、この状態でガチャガチャっとこうやって動かしましょう。こんな感じです。見えますか？こうやってガチャガチャっと動かしましょう。床に足を置いたままやってもいいし、ちょっとこうやってね、持ち上げて動かしてもいいです。足の指の間をね、広げるってことが目的です。呼吸は止めないようにしましょう。肩ね、どうしても力入りやすいので、意識して力抜きましょう。OK。そしたら次、左足の指をしっかり曲げ切る、反らし切る。しっかり曲げ切る、反らし切る。繰り返していきましょう。理想はここまで曲がってほしい。このね、この関節からしっかり曲がってほしいです。反らせる。つりそうなよって方はね、つらない範囲でいいです。ゆっくりでので、普段動かさない範囲でしっかり曲げ切る、反らし切る。曲げ切る、反らし切る。繰り返していきましょう。ここまで曲がってほしいです。本当に硬い人はね、これぐらいしか曲がらない方もいると思うんですが、やっていくうちにね、柔らかくなりますので、一緒に頑張りましょう。OK。そしたら次は、この連携、このすねの骨の外側ですね。それを下から上にマッサージしていきましょう。ここね、ヒール履いてる人とかめちゃめちゃ硬くなってるので、しっかりね、下から上に揉んでいきましょう。げんこつ作って下から上にこうやってする感じでもいいし、そうですね、手のひら使って下から上にこうしてもいいし、指で揉んでもいいです。下から上に向かってマッサージできれば、それで OK です。こうマッサージ全体的にね、なんかどこを押せばいいかわかんないって質問も来るんですが、逆にどこを押すのが正解なんて僕ないと思ってます。なんでね、痛気持ちいいぐらいで、しっかり筋肉触れてれば、それで OK だと思います。OK。そしたらですね、次は膝裏を両手の親指で押していきます。ギュッと、親指使って膝の裏を押す。ギュッ、ギュッと、痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。呼吸はね、止めないようにしましょう。しっかり膝の裏、肩の力はね、入れすぎないようにして、呼吸止めないようにして、で、硬いのがね、見つけたらそこを重点的にやってあげると良いと思います。よし、OK。そしたら次、左のお尻ストレッチしていきます。この左足を右、こっちに持っていきます。で、両手でこの足をしっかりお腹に近づけます。左のお尻ストレッチかけていきます。ここ伸びてれば OK です。この体勢できないよって方は、左足が、この辺でもいいです。左のね、お尻が伸びてる感覚あれば、それで正解です。頑張れる人は、しっかり足をお腹に近づけた状態で、さらに姿勢を正す。そうするとね、左のお尻、より伸びてくるんじゃないかなと思います。で、最後にね、とっておきのおすすめの種目、一緒にね、頑張りましょう。ちょっと難しいですけどね。ふくらはぎ痩せにめちゃめちゃ効果的です。じゃあ、こんな感じで座ってですね、膝をなるべくこうやって曲げといて、足指使って前に進む。これベッドの上とか布団の上でもいいですからね。進めるとこまで進んだら、戻る。足指使って進む。進めるとこまで進む。頑張って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 。きつい。これできない人はね、本当にゆっくりでもいいので頑張りましょう。でね、ふくらはぎ痩せ。この動画だけでもいいんですが、全然物足りないよとか、早く痩せたいよって方向けにね、おすすめの足痩せ動画を、概要欄貼っておきますので、ぜひこのままね、続けてやっていただければと思います。で、概要欄に Twitter、インスタ、その他 SNS もね、貼ってます。ぜひね、フォローしていただけると嬉しいです。お疲れ様でした。よく頑張りました。腹筋や腸腰筋がうまく使えてないと、前ももばかり使ってしまって、足が太くなります。どういうことか、一緒に体感してみましょう。スマホを手に持って上向きに寝ましょう。
膝を曲げたまま、足をお腹にぐっと近づけます。しっかり腹筋使って、前ももをお腹に近づけるイメージです。これ腹筋を使うことが目的なんですが、どうでしょう、前ももばっかり力入っちゃう方、いませんか？しっかりと股関節、付け根と腹筋、特にこの下っ腹あたりを使って足を持ち上げたいんです。足が太くなってしまう方は、これでね、腹筋、付け根使ってる感覚があまりないはずです。これ今の感覚覚えておいてください。1回で腹筋使えるようになりますので、楽しみにしててください。ラスト1回、腹筋意識してしっかり上げましょう。よし、OK。そしたら次、片足ずつ足上げていきます。ぐっとお腹に足を近づける。上げる。これもさっきと同様です。しっかりと股関節、付け根と下っ腹のあたり使って足を持ち上げたいです。呼吸止めないようにしましょう。シンプルにね、腹筋とか腸腰筋、この股関節、付け根の筋肉ですね。筋力が弱かったりとか、運動不足で使ってなかったりすると、どうしてもね、前ももばっかり使っちゃうようになります。そういう方が、階段の上りるとか、自転車毎日乗ってると、どんどんね、前ももが発達していっちゃいますので、しっかりと付け根と腹筋使えるように、この動画でなりましょう。OK。